はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回は前回やったこのヘッドの仕上げをやっていきますね。まずは仕上げ、ヘッドとヘッドカバー、この2つの仕上げ手順書ですね。一応ナンバー15までありますが、今後また徐々に増えていくんじゃないかなと思います。もしくはあと書き足さなきゃなんないこともゾロゾロ出てくるんだと思います。とりあえず今気がつくところは一応やってあります。そしてまずは、この面ですねを切削から始めていきます。そうですね、今の段階だと比較的つかみやすいかな。まずここを基準を作って、その後反対側ですね。では、フライスにセットして作業を始めていきます。よし、これでだいたいセットいけるかな。変形物はセットが大変なんですよね。よし、とりあえずあとはここがだいたい直線が出てれば OK ですね。こんなもんかな。一番低そうなここら辺が当たってから約3ミリ。ここ一回やっとけば次基準を取りやすくなります。はい、これでこの上の面とここですね、基準となるこの側面1箇所作りました。次からここが水平、テーブルに水平になるようにセットすれば OK ですね。とにかく基準を作るのが大変ですね、毎度毎度。ただいきなりこの形になってるのは楽ではあります。はい、これで、この側面と上面は綺麗になりましたね。次はこの燃焼室側ですねを削っていきます。ただこれである程度基準ができたことによってもうガタつきもないので、こっちは比較的削りやすいですね。ではこちらの面を進めていきます。で、押さえはこことここでいけるか。ここかな。よし、これで OK。この後の作業は穴開けですね。すべて貫通穴なんで、ここは全部貫通穴と、あとノックピン入れる用の段差も必要になりますね。穴開けをやっていきます。プラグホールが原点となるので、プラグホールから先開けていきます。あとは、スタッドボルトのつく4箇所と、ある程度下穴開いたので、この4箇所はとりあえずここからはロングドリルですね。通常のドリルでは
そこまで届かないですね。これで OK。 あとは、ノックピン用のこことここだね。はい、これで、こっちの面加工終わって、まだね、いっぱいこの後やんなきゃなんないですけど、どんどん進めていきます。今これプラグホールで減点取ったので、このまま進めていこうと思います。ただこれが合ってるかどうか確証がどうしてもないので、スコープ使ってこの2箇所の座標がおおよそ合ってるということを確認します。蓋を止めるための穴4箇所と、でダボというか、1決めの穴2箇所ですね。まずノックピン2箇所からいくと、このパートの加工は原点さえきちっと決まってしまえば、あとはそんなに迷うこともなく、比較的楽な部類です。とにかく図面の座標通りに加工していけばそれで大丈夫ですね。これで、加工手順3番、これ全部終わりですね。はい、次のパートはこのロッカーアームのはまる部分ですね。ここのクリアランスを調整していきます。ここ 20mm にしなきゃいけないので、センターから、Y 軸がプラマイ 5mm でセットすれば OK でしょう。あとは反対側ももう一個やっていきます。そっちはいいでしょう。正直まだギリで入らないんですけどね。これはロッカーアーム側を調整します。よし。あとは次の工程はここの貫通穴ですね。開けていきます。開けていくんですが、起点がないとやばいから起点を作るか先に。とにかく鋳造品は起点作りが大変ですね。最初に起点を作ってても結局削っていくとその起点消えちゃうこと多いんで、途中で起点を作りながらやっていくしかないですね。折れたエンドミルを研いでポンチ代わりに使っています。これを起点にすれば左右対称の穴開きますね。よし、これで準備 OK。
ここをつけちゃった傷はまた最終的にはここ一段下げるので消えちゃいますね。なんとか工夫しながらやっていくしかないですね。そういう意味では正直削り出しの方が楽な場合も多いですね。ただこれだけ複雑な形状を削り出せる自信はないです。これで原点出てるのでドリル穴開けですね。まずはこっちに 20.5 電池方向に 33.46302箇所、ロッカーアームを取り付けるための穴開けました。ただちょっと図面と寸法変わりましたね。これは、設計途中で大きくしたのを反映し忘れてただけなので、よしと次は向きをこう回してインレットのところですね、やってきます。はい、次の作業ですが、ここですね。ここに窓を開けます。調整用の窓を開けてきますね。かなり無茶な掴み方してるんで、振動が出たら諦めます。別の方法をまた探しますね。場合によっては専用のジグ使ってベースに固定できるようにします。けど正直これ1個しかやらないんであんまりそこまではしたくないんですけどね。まず四隅に穴開けですね。先によし、これで窓ができたと。僕開けとけばよかったかな。でも開けると歪みそうなので後開けにしたけど、これはこれで大変ですね。はい、こっちですね。こっち面の加工終わりました。タペット調整用の窓もついて、ただこれセットするときにここを当てちゃってちょっと歪ませちゃったので、これ後でプライヤーかなんかでギュッと戻してここなんとか綺麗にしときます。ひび割れがあるようなら溶接して埋めるしかないですね。エキゾースト側も同じ処理をするんですが、同じ作業なので割愛させていただきます。傾斜を 36.1 度、この傾斜 36.1 度にしなきゃならないので、はい、複数ある計測器、この角度計ですね、角度計、これを使ってみたんですが、いまいち定まらないので、古いですがアナログ式のプロトラクターで一応合わせました。ただこれも計測が難しいんで、
正直定まってるとは言えませんが、比較的マシな方なので、これはもうこれを基準でいいにします。とにかくまず原点を出すことを始めますか。原点はスコープで、出していきます。原点としてはこの穴中心、センターのプラグの穴中心をやっていきます。こんな感じで、この十字線とを頼りに合わせていきます。原点を合わせたら所定の座標にバルブガイド用の下穴開けていきます。はい、あとはこのリーマーを信じてやるしかないです。このリーマーを通せばちょうど圧入できるくらいになる予定ですけど、分かりません。ダメだったら鋳造からやり直しと。正直手持ちのゲージでは精度よくは測れないですけど、やらんよりマシですから。10.012 とかもう一箇所測ると10.018、まあこんなもんでしょう。予定寸法ではあると思います。あとはここの、バルブシートのつく座面ですね、作ってきます。こっちはまだそんなに寸法うるさくないというか、ここの寸法に合わせてバルブシート作っていくんで、まだ気が楽な方ですけどね。とりあえずエンドミルでザグリの下穴だけ開けちゃいますね。ザグリというか1段掘る下穴だけ開けちゃいます。これ今19なので最終的に21になるようにしたいんで、まあその予備穴ですね、やっときます。21を目安にしてます。まあちょっと大きいですけど、まあバルブシート側でこれは調整するので問題はないですね。はい、これでインレット側のバルブシートの加工、前段階は終わったので、外してエキゾーストがやっていきます。よいしょ。セッ
トがめんどくさいんだよね。現状ぴったりぐらいですね。20点01とか0いくつ 20.004 まあ十分ですね。あとはバルブシート側で合わせます。はい、これでバルブシートの取り付ける部分できましたね。あ、そうだ、バルブガイドまだこっち開けてねっけ。危ねえ、外しちゃうとこだっけ。バルブガイド用の準備をしていきます。加工手順の11、エキゾーストのバルブガイドとバルブシートの穴ですね、開けました。よし、こんなもんかな。一回外して、もう忘れ物はないね。外しちゃおう。まあ一応こんな感じでいいでしょう。はい、ここの窓を作ってエキゾーストの穴開けたり、バルブシートやガイドの穴作ったり、まあちまちまとやってます。今回はこの辺で終わりかな。この先までっていうと結構長くなると思うので、切りがいいとこだとこの辺ですかね。次の作業はこの蓋から進めていきます。はい、まあ、今回はこの辺で終わりとなります。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。この後はおまけとなります。はい、ここからがおまけコーナーとなります。前回と違うところですが、フィンがつきましたね。これはクランクケース部分ですが、一応放熱を考えてのフィンをつけてます。あとピストン4個全部所定の位置に据えておきました。自分の設計方法が合ってるかはわかりませんが、自分としてはまず動かせない部品を優先して固定してしまうことを先にやっています。ピストンやギア周りなどもう規格が決まっていて変更の効かないものは最優先で配置していきます。そのため動力伝達部ももう今の時点で配置は済ませてあります。こんな感じで最初の4気筒のエンジンと同じような動力伝達方式を使いますね、今回も。今回のおまけ動画もここまでとなります。また次回も最後までお付き合いください。